今回はポケモンの道具大きなマントについて話をしていくわ。最初に見た時は傷薬と同じかちょっと強いかなくらいの印象だったんだけど、実際に使ったり使われたりしたら想像以上の強さだったわ。というわけでその強さについて詳しく話をしていくわね。チャンネル登録もよろしくなのだ。それでは大きなマントと傷薬を比較して共通点と相違点を整理していくわね。共通点は両方とも HP を20上乗せするカードだということ。これは耐久力を補助するカードと言い換えても良いわ。エネルギーをつけて育てたポケモンを長持ちさせるためのカードね。相違点としては傷薬は同じポケモンに複数回使えること。これは大きなマントより優れている点ね。大きなマントは手札に複数枚あっても1体には1枚しかつけられないわ。そして大きなマントだけど HP が減る前に使うことができるというのがポイントね。最大 HP を底上げすることで相手の最大打点に耐えられる可能性が出る。これが大きいわ。例えばこんな場面ね。お互い最初に出したポケモンがほぼ相打ちになってベンチで育てていたパルキアが場に出たという想定よ。こちらの手番だからディメンションストームで相手を一撃で倒して勝ちという場面なんだけど、これが相手に大きなマントがついていると話が違ってくるわ。これだと負けてしまうのだ。そう、大きなマントによって相手の最大 HP が上がったことでディメンションストーム一撃では倒せなくなっているわね。これが大きなマントの強い点ね。相手の攻撃を耐えて反撃するということを考えた時、傷薬ではできない役割を果たせるのよ。ちなみにここで自分も大きなマントを持っていれば勝てる可能性が上がるわ。タイトなゲームでは HP20 の差が勝敗を分けることもあるから、なるべくなら自分も使う側に回りたいわね。ここからは大きなマントによってカード評価がどのように変わるかを見ていくわ。影響があるのは最大打点に関してよ。これまでは打点150以上を S ランクとしていたけど、この信頼性が少し薄れるわね。単体で HP160 以上のポケモンはそれほど多くないから評価基準自体は変わらないけど、打てば大体相手を一撃で倒せるというラインではなくなってくるわね。相対的に弱くなったのだ。そうとも言えるわ。最大打点 S ランクのポケモンが絶対的エースといったデッキは厳しくなってくるわね。脇を固めるサブアタッカーや壁役となるポケモンを工夫したりしてエースの前に多少のダメージを稼ぐといった方策が必要になってくるわ。環境が回っている感じがして面白いわね。カードゲームとしての奥深さが増しているのだ。それでは今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました。なのだ。今後もポケポケに関する動画をアップしていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。